盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマはこの五葉松の盆栽の植え替えです。でこれ単純に植え替えと言いましても、うちの撮影スタッフさんが、買ってくれた盆栽なんですけども、それを、ちょっと今回はスピーディーに途中喋らずにバーッといっちゃうかもしれないですけど、なるべく本気のスピードでやったらどれぐらいでいけるかっていうね、そんな感じでやろうかなと思います。はい、でする前にちょっとお時間ください。今最近ずっと言い続けてるんですけども、無料のメールマガジンやっております。全部で40通以上で、1通に対して1500文字ぐらいの、文章と専用の動画、それも全部の中でも20本ぐらいね作ってます。それがいろんなとこ散りばめられてるんですけど、で普通の YouTube の時も分かりやすくは説明してるつもりなんですけども、文章でねちゃんと起こしてより丁寧な感じで分かりやすさがあるかなと思います。でこれが全部無料です。で定期的に届きまして、でどうやって登録するかと言いますと、動画の下のね概要欄から、メールアドレスだけで、無料で登録できるようになってますんで、今結構増えてもう1000人ぐらい登録してくれてます。はい、おかげさまでありがとうございます。で皆さんもねより盆栽枯らさないための勉強されたいなという方はぜひぜひね登録してみてください。で本題に戻ります。こちらの五葉松なんですけども、そろそろ植え替え時期、そんなカチカチではないんですけど、カチカチになる前の植え替えがねその手前ぐらいが一番いいんですが、鉢の底今これ見た感じではちょっと分かんないですね。鉢の穴が小さいのもあり、ただ植え替えたのがもう、丸4年ぐらいになるのかな、それぐらいになるんで、そろそろ植え替えた方がいいでしょうと。でさらにこの木に対してねちょっと鉢が大きすぎるんで、なるべくこの、角鉢ちょっと似合ってないかもしれないでね、丸い感じの鉢に植えれたらなと。でこれ冒頭にも言ったんですけど、うちの撮影スタッフさんが買ってくれて、でやっぱねうちの動画を毎回撮影されてるだけあってね、かなりいい状態の管理されてます。ただ水管理はどうもその方のね奥様がほとんどらしいんで、かなりそのスタッフさんの奥さんの水の加減が素晴らしいんかなと。完璧です。この状態、今冬ですけどもう申し分ないですね。完璧です。はい、さすがというところで、はい、ではこれ植え替えていくんですが、その、作業にねこれガシガシする前に鉢を選ばないといけないんですけども、候補何個かね用意はしてみたんです。なるべく丸いのがいいかなと思って、なかなかねこの木に対してこれぴったりっていうのはね選ぶの難しいんですけど、どれですかね、こんな感じでね、はい、ちょっといろいろね当てがってみますけど、こんなのもね。で今ねこれ撮影してる方がねこれ持ってる方なんですけど、ちょっと指さしてこれって選んでいただけますか。これにしましょう。じゃあこれということで、はい、これに植え替えてみます。じゃあこちらはまた今度。でこれね鉢、こういう鉢ですけど、なんかお茶碗みたいな、でも土目も味があっていい感じですね。あんまギラギラせずおとなしい、ただ鉢の穴が1個なんでちょっと作業、網の張り方、針金のこの木を固定する針金の通し方が若干難しいんですけども、じゃあ早速ささっともうこれ決まったんでね黙々と作業しようかなと思います。はい、まず鉢の準備。これぐらいの網をね普通は中に仕込むんですけども、これ小さくて、鉢の穴が1個の場合は外に網を張ります。この穴にぴっ
ったりいこうと思うと丸くカットかな。それぐらい。もうちょっと。これで固定用の針金をだいたいこれもいきなりこれでいっちゃいます。これでね、網の力で木も固定しちゃおうっていう、小さい盆栽だからできるゲートですね。鉢の穴が1個でも。こんな感じ。これ今、止める用の針金を入れただけですね。で、木を縛ったら自然とこの網もしっかりと鉢に密着して固定されると。これで鉢の準備は1回できました。で、これはこれで1回置いときます。次はこれを植木鉢から抜きます。針金いらないかな。この鉢の穴のね、引っかかってるこの針金をちゃんとこう穴に引っかからないようなこの状態。ひょっとしたら抜けるかな。抜けた。めっちゃ簡単でした。これいらなかった。でこれを必要最低限まで崩していくんですけど、こういう前の網、これね僕の仕事じゃないですね。こういう僕は輪っかにして止めないんで、はい。根っこもしっかり張ってるかな。でこれね、ちょっと使い古しのハサミでね、もう最初ガシガシ壊してもいいんですけど、こうやって切っちゃうのもね結構楽ですよ。だから使い古しのハサミでないとちょっともったいないですけどね。こんなんもう刃こぼれしまくるんで、はい、こんなやり方ね。もう植え替え作業となったらもううちいっぱいあるんでね、結構スピード重視なとこありますね。道具はもうどんどん、消費するような安めの道具で、こんなねハサミ1本でもう崩しちゃったり。ちょっとだけ鉢の表面をこういうところを軽く削りましょうかね。粘りがよく見えるように。植え替えはね、横のこういう外周の根もね、切り揃えるの大事ですけど、薄くね、鉢が薄くなる方が作業がしやすいというか、いい鉢に植えやすいですね。いい鉢に植えやすいから薄い方がいいってわけじゃないですけど、あんま厚ぼったいこの元鉢というかね、これね、だからそこも取ります。あんまりやりすぎないように。ちっちゃいから早いですねこれ。でこのビロビロした感じを、特にそこは切り揃えます。綺麗にね。なんでかというと、砂がこの底にねちゃんと入り込むというか、平らだったら置くだけでね隙間がなくなりますけど、デコボコしてるとその砂の上にこう植え付けた時に空洞ができてね、あんまよろしくないんで、空洞には根がいかないんで、横もちょっと切り揃えましょうか。ここは鉢に入るか入らんかですけど、で先ほどの鉢にちょっとあてがってみます。ちょっとぶつかってる。もうちょっと切らないとあかんけど、多分ね、今カメラ映ってる方正面で最初こうだったんですけど、多分こうぐらいの方がね綺麗なんじゃないかなと思います。でこう植えようと思うとちょっとこっちの方に植えた方がバランス良さそうなんで、この邪魔な根をもう少し切っちゃいます。結構ビシッと
全部が全部思いっきり切ると危ないですけど、片面ぐらいならなんともないです。こんな感じ。どうでしょうか、持ち主さん、こんな植え方で。よかったらカメラでうなずいてみてください。ありがとうございます一応後でまた植え付ける時に確認しますけど、そうちょっと斜め、はい。でもうこれで入るのが分かったので、これはこれで一旦置いといて、でこの中に砂を入れていきます。で結構鉢深いんでね、底砂、ちょっと粗めの底砂をまあまあ入れれるかなと。入れすぎたこんなぐらい、こんなもんかな、こんなもんですね。こんな感じ、これぐらい、はい、これがもう排水性のための底砂で、次がまあ主要なちょっと細かいのを混ざった、でこれ鉢の正面ってどこが綺麗かな。ちょっと欠けてたりするとね、あんま正面にするともったいないんで、この足の切れ目、ここがいいかなと思います。はい、でちょっと待ってくださいね。ちょっとカメラ置いてけぼりします。ごめんなさい。角度をまあまあ斜めな方がいいんで、傾くような砂の入れ方をして、これでこの辺かな。ちょっと皆さん一回見ていただいて、こうか、はい、ちょっと僕も見ます。もうちょっとかな、もうちょっと傾く、これぐらいだともうちょっと。しかもちょっと前のめりで、こんなぐらいでいってます。はい、しっかりね、鉢の中に根が全部入った状態でもう一回確認しよう。でこれで次は針金を留めます。一回こうギュッとやって、次ペンチ、どんなんでもいいんですけど、引っ張ってこのできた隙間をねじって、こうちょっとこう邪魔な針金一回取っといて、引っ張ってねじる、引っ張ってねじる、こんなもんでしょ。で次手を怪我せないようにちょっと埋めてね、こんな感じでこうかなとちょっと確認します。いいでしょう。なかなかおしゃれ、なんか、さっきのこういう四角い鉢よりかはこっちの方が合ってる感じがしますね。はい。でこれに砂をどうぞ。この砂は石の粒の砂と赤玉と桐生が入ってます。でまあつつくものは何でもいいんですけど、一番身近なあたりっていうのはこれお箸、はい、これぐらいだったらね、細い方とね持つ方の太い方両方あるんでね、これで隙間をしっかりなくすというかね、隙間を埋めます。砂でね刺してグスグス刺してグスグスとすると入りやすいですけど、この子すごい単純な根の形してたんで、もう簡単に入ったと思います。もうちょっと砂多めに、なるべく根っこがね全部隠れるような感じで多めに入れといて、そのうちはちょっと減ったぐらいでちょうどよくなるような感じです。はい、もうこれであとシャワーで水バシャーっとかけたら終わりです。喋りながら
やっちゃったんで、やっぱ喋っちゃいましたけど、黙ってね普段通りにやれば多分10分ぐらいで終わってたのかなと。はい、10分もかかってないんかな、喋らずにやれば。まあこんな感じ。まだちょっとね気持ち鉢大きいですけど、またさらに似合う鉢があれば、3年後以降またこれに変えようっていう感じはできるかなと。だいたい五葉松の植え替えは 4,5 年に1回なんですけど、3年も経ってれば鉢は変えても大丈夫です。根はもうだいぶ落ち着いてるんで。1年とか2年ぐらいであんまり鉢の植え替えをね再々するとね、さすがにこの子が樹勢が回復できないというか弱ると思うんで、植え替えは1回やったら丸2年ぐらいはしっかり置いときましょう。はい、こんな感じ。水やりはもう簡単なので割愛します。はい、以上ですね。はい、うちのスタッフさんの盆栽を植え替えましたということで、はい、盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。